はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は2023年に手に入れた仲間に入ったキーボードを紹介という形でお話しできればなと思います。はい、それではですね、今日は2023年に、仲間に入った、パーティーに入ったキーボードたちをご紹介させていただいて、皆さんが購入する際とかの参考になれば幸いですという感じです。はい、それではまず2023年に最初に手に入れたキーボードなんですけども、こちらがプランク EZIT というキーボードが本当に初めてメカニカルキーボードを手に入れた、ものになります。はい、でこのキーボードですね、手に入れた理由というのはもう一つでして、光るというところがとにかく美しくかつ欲しいと思ったので購入したという感じです。でしかも、これですね、別に全然使わないんですけれども、さらに音が鳴るというのが僕すごく好きで、こんな形でいらねえだろって思うかもしれないですけど、別に使ってないんですけど、なんかこの遊び心があるというか、このなんかドレミファソラシドが出るみたいなのがとても好きで、これを購入したという感じです。ただ、メインは本当に光るというところが好きで、使ってるんですが、やっぱオルソリニアに挑戦したかったというところと、光るのがいいということで、これを購入してですね、今でもずっと使ってるような形です。で、こんな形で、側面が出ちゃってるので、あまり音を楽しむというよりは、軽くて持ち運びが便利で光って楽しめるというところで、エンターテインメントとして、これを今もずっと使ってるんですけれども、ただそれでも本当に使いやすくてですね、今も愛用しているようなキーボードになります。はい、それでは続いてというところなんですけども、続いて手に入れたのがこちらのですね、プランクの V7 のキットを購入したというところがあります。この何が良かったかというと、この赤いキーケースでアルミニウムというところがかなり気に入って購入しました。あとは組み立てられるというのが、やっぱこっちのプランク EZIT はですね、完成度高すぎて、これでポンってくるような感じなんですね。なんですけど、こっちは PCB をこのケースに入れるところからというところでかなり楽しめて、それが面白くて頼んで、使ってるという感じになります。これも今は結局キーキャップとかいろいろ変えまくって、この赤に赤がめっちゃかっこいいじゃんということで、この赤の、GMK の侍のキーキャップ使ってるんですけれども、これを今も使い続けているわけなんですが、こんな形で赤っていう珍しさとこのアルミというところに興奮して購入して今も使っているというのがこのキーボードになります。で、その次に購入したが、この木のケースのキーボードになります。で、この基板自体は、先ほどご紹介したこのプランクのドロップとプランクで足してる V7 のキットの V6 の方を使ってるんですけれども、これ中古で購入させていただいてはいるんですが、このキーケースの方が、通常であればこういうアルミだったりポリカーボネートを使うんですけども、これは木のケースを使っているというところがあって、この木のケースで使われているキーボードがどうしても欲しくて購入したものになります。で、やっぱりこれですね、聞いていただくと分かるんですけれども、タクタイルスイッチをわざと入れてるんですが、この木の音色を楽しむことができるというところが本当に好きで、これも、しかも軽いというのがあってですね、木だからっていうのもあるんですけれども、これも本当に木の音色を楽しみたいなとか、タクタイル感楽しみたいなという時には常に使っているキーボードになってます。で、続いて手に入れたというか借りたという感じになるんですけれども、これ、私、変革コミュニティというところの、伊藤浄一さんがやってるコミュニティに入っていて、その中でモノオークションというものがあって、イベントとして、そこで手に入れたというか借りているのが、この、ジョイさんが、もともと使ってた、このドロップのシフトというキーボードになります。で、ここにジョイさんのサインが入ってるんですけれども、かなりプレミアムな、キーボードです。ただこれ、1年で返すというようなルールで運用されてるキーボードなので、1年後、約今半年後ぐらいにはこれ返すことになるんですけど、でもとはいえこれ使わせていただいていて、ほとんど使わないっていうのが正直なんですが、ただ久しぶりにロースタッカートっていう普通のキーボードのものと、あとこういうなんだろうな、ドロップが出ている他の種類のキーボードを手に入れることができて、本当にちょっと興奮していますというところで、はい、これが次に手に入れたものになります。続いてなんですけども、40% キーボードずっと使ってると50% キーボードがあるということを知ります。なので50% キーボードちょっと買ってみようと思って手に入れたのがこの 50%。これもドロップから出てる V3 の 50% キーボードという感じになります。50% と 40% の違いも見ていただいて分かるように、ここの一番上のところにこの数字の列があるかどうかというところになるんですけれども、これがあるかどうかが好き嫌いが分かれるところです。やっぱり大きさもやっぱ一列増えることによって1個ボンと増えるので、これが好きな人もいれば嫌いな人もいるという感じです。私の好みに関しては結論から言うと 40% の方が好きですが、ただたまにやっぱ 50% が恋しくなる時もあるので使ってはいるという感じで、基本的にはもう 40% ずっと 40%、40%、40%、これも後で紹介します 40% なので 40% の方がコンパクトだし持ち運びもできるし好きではあるんですけれども、ただ時たま異様に 50% が恋しくなる時があって、そういう時にはこれを使っているような
感じです。ただやっぱその数字があるっていうのは結構便利ですので、本当に好みによっては 50% キーボードいいかなと思いますし、V3 に関しては、ここの部分がロータリーエンコーダーを取り付けることができるっていうような形に一応 PCB 上になっているので、今後ちょっとその辺のロータリーエンコーダーをこの辺に組み込むというのはやってみたいかなと思ってます。はい。で、続いて手に入れたのは、最近動画を公開したこの Voyager ですね。この分割キーボードになってます。で、この分割キーボードの面白いところは、ずっとやっぱりこの通常のを使っていると分割キーボードに浮気したくなるって気持ちってわかるかなと思うんですけれども、どうしてもちょっと分割キーボードを試してみたいと思ってゲットしたのがこの Voyager というものになります。で、Voyager は ZSA という会社が作っているもので、このプランク EZ と同じ会社さんになるんですけれども、やっぱり完成度がかなり高くって、光るですね、同じように。こんな感じで。ピカピカって感じで。なので、かなりその光る質が高くてですね、完成度も高いキーボードになっていて、分割キーボード、かなり、面白いと思って使ってます。で、どうしても2つで合わないという場合に関しても、これ1個だけでもマクロパッドとして使うこともできるので、ちょっと今後は動画編集今もやってますから、ちょっとマクロパッドとしての使い方みたいなところをちょっと模索してですね、せっかくなので分割キーボードとしてだけじゃなく、マクロパッドとしても使うような用途をですね、来年は模索したいと思ってます。で、今年最後に作ったのがこの BM40 ですね。KP リパブリックさんの BM40 というキーボードになります。で、PCB が BM40 というもので、このケーサポセイドンというものを使ってるんですけども、非常にこの分厚い、先ほどの、プランクのものと比べてみていただくと分かるように、細さというか分厚さが全然違う。これはこの高さに違いが出てるってところがあるんですけども、なんかすごく重いキーボードが欲しかったっていうのは事実で、重ければ重いほど、重低音な低音な音が出やすいというような一応話があるので、キーボードに関しては。なので私は結構そのコトコト感のショックな音が好きなので、ちょっとこれをベースにしてもっとコトコト感のしているようなキーボードを作っていきたいと思ってるんですけれども、そういう意味でもこのプランクの軽いものからさらに重いものにちょっと導入したというのがこの BM40 のキーボードになってます。はい、キーボード今回7つ紹介してきましたけど、こんなに使うのっていう話はよくあるかなと思いますが、結論から言うと使いますというところです。やっぱり日によって気分が違うのし、1日によっても気分変わると思うんですよね。今日は軽い気持ちでこっちだなとか、ちょっとこう、木の音色を楽しみたいなって日もあれば、ちょっとマッチョなこう重たいのをやりたいなって日もあれば、結構クラッキーな音なんですけども、クラッキーなキーボードがいいなとか、あとは先ほど言ったようにこの 50% で試したいなとか、分割やりたいなみたいな形で、気分によってキーボードを使い分けているというのが結論ですので、こんだけあっても困ってないというのが現状ではあります。なので、多分来年もキーボードのジャンルがというかこう増えていくとは思うんですけれども、それはそれでこう気分によって切り替えたり、あとはやっぱりキースイッチ変えれば全然やっぱりキーボードとしての性質というか用途が変わってくると思ってますので、なんでそういうところも含めてまた来年も楽しみたいというところがあります。はい、それでは今回の動画面白かったと、役に立ったという場合、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。こんな形で2013年はキーボードをですね、すごい楽しんでやってきたわけなんですけれども、2024年もこんな形でキーボードを引き続き、触っていって皆さんにキーボードの楽しさ、面白さ、魅力みたいなところをお伝えできればと思いますので、ぜひ引き続きこのチャンネルよろしくお願いします。今日はご覧になっていただいてありがとうございました。